付き合うと、なぜか心が重くなる人はいませんか？会話の後にどっと疲れて、お金の不安まで増してしまう。それは、あなたの運気やエネルギーを奪う人とのご縁かもしれません。この動画を最後までご覧いただくと、あなたが今、本当に大切にすべき良縁が明確になり、他人軸ではなく、自分ファーストで豊かな人生を切り開く自信がつきます。今回は、金運に直結する、付き合うとお金が遠ざかる人の危険サイン、5選とご縁の断捨離術を解説します。それでは、歴史とスピリチュアルの両面から見ていきましょう。一つ目は敬意のない約束破りをする人です。平気で時間を守らない人は、信頼という最も大切な金脈を閉ざします。江戸時代の武士が、二言はないと重んじたのは、信用がお金以上に重要だと知っていた、実用的な生活の知恵でした。二つ目は常に、過去の不満を語る人です。会うたびに、愚痴ばかり話す人は、ネガティブな波動で、周囲のエネルギーも下げます。茶道や華道の精神性が示すように、今、ここに集中する心こそが、豊かさを引き寄せます。三つ目はお金の心配ばかりを口にする人です。常に欠乏感の波動を発しており、その波動が現実を引き寄せてしまいます。鎌倉時代以降の結の知恵は、過度な心配は他者への依存心を高める悪縁のサインだと伝えています。四つ目は講師のけじめがない人です。仕事の愚痴をプライベートで延々と話すなど、エネルギーが混ざると、運気の流れが乱れます。平安時代の貴族が講師の作法を厳格に分けたのは、自身の役割と財産を守るための明確なルールでした。五つ目は自分ファーストでなく、他人軸の人です。他人の評価ばかりを気にし、無理をしている人は、自分に必要なエネルギーを他者に奪われやすくなります。自分を大切にしない人には、豊かさも集まりにくい。日本の武家社会も、自分を犠牲にする義理を戒めてきました。さて、この縁の断ち切りと、生産の知恵は、古くから日本の神社仏閣にも反映されてきました。今回は、悪縁を断ち、生産と浄化の力を授かるとされる、京都の安井金毘羅宮をご紹介します。ご祭神である崇徳天皇が、一切の欲を断ち切ったという故事から、病気や悪習慣、そしてお金の不安など、あらゆる悪縁を断つ力があると伝えられています。訪れることで、過去の悪縁を断ち、自分にとって必要な良縁だけを見極める力を得られるでしょう。このような知恵を活かし、今日からできる簡単なアクションを3つお伝えします。それは、心の財布を守るための3つのガードです。1、連絡先整理アクション。3ヶ月以上連絡を取っておらず、会いたいと思わない人のデータを感謝して削除しましょう。これは、あなたの貴重な時間を守るための行動です。2、時間泥棒の拒否ルール。誘いを断る勇気を持ち、この時間は未来の自分への投資だと意識して、自分ファーストの時間を確保してください。3、言葉のデトックス。友人との会話で不満や愚痴が出そうになったら、話題を変えるか、静かに聞くだけに止めてください。ネガティブな言葉は、あなたの運気も下げてしまいます。ご縁の断捨離は、相手を切り捨てることではありません。自分を大切にする、自分ファーストの最高の挑戦です。ここで、3つの知恵を振り返ります。私たちが大切にすべき信用は、約束を守らない危険サインを遠ざけます。敬意は、不満や愚痴ばかりの人とのご縁を清算し、お互いの時間とエネルギーを尊重する心です。そして潔さは、講師のけじめがない人とのご縁を断ち、過去への執着を手放す生産の知恵なのです。お金を遠ざける人のサインは、日本の歴史が大切にしてきた、信用、敬意、潔さの欠如でした。歴史的な知恵を暮らしに取り入れ、お金の不安を行動で手放しましょう。ぜひ皆さんの体験などをコメントで教えてくださいね。